それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは推しシリーズです。お日様、私のメッセージ見てくれましたかというのをテーマに見ていこうと思います。よろしくお願いします。では早速今回はタロットカードを使ってまずはお日様の今の現状っていうのを見ていこうと思います。ではこちらの4枚でお日様の現状を見ていこうと思います。今のお日様の状態すごくいいなと思いました。カップのキングです。そしてこちらが周りの状況です。ワンドの5なので周りの環境的には少し今バタバタしていたりとか対立していたりとかいろんな意見が出ているような状態ですね。お日様の心の状態っていうのはすごくいいです。あとは周りに左右されるかどうかっていうところが今テーマかなと思うんですね。こちらが今お日様の中で課題点としてご自身が考えてらっしゃるところにジャスティスなので何か判断しなければいけないとか周りがこうやって対立している中まとめなければいけない決めなきゃとか取りまとめなきゃとか公平に判断していかなきゃっていうのがお日様の課題です。ではこの後のお日様の活躍どうなっていくのかというとカップの7番のカードなんですね。カップの7番っていうのは迷いや葛藤とか妄想を表すんです。なので決めたいんだけどどの選択肢を選んでいいのか分からなくなってしまうとか少しねこれねロマンチックな風景で描かれていますよね。なのでお日様の中でいろんな理想が次々と浮かんでくるような状態になるかもしれません。そして必ず周りの人っていうのが関わってきますね。これはお日様が所属している事務所だったりとかファンの方々かもしれませんね。いろんな人のことを考えなきゃいけないとかあとはどのお仕事を選んでいこうとかどの道を自分は選んでいこうかっていうのをじっくりと考えたい。そしてやっぱり公平さっていうのがテーマとして入っていますから自分の中で公平に判断する誰かをひいき目にしないとかこの仕事だけを欲張りすぎないとか自分の本意で全て決めてしまわずに周りの意見を聞こうっていうふうに思うかもしれません。少し迷うかなっていう近未来ですね。あとは考えられるのはオファーがたくさん来るっていう可能性もあります。このお日様の現在の状態がいいので次々とお仕事が舞い込んできて忙しいっていう感じもしますね。周りから持ちかけられてくる案件が多くて大忙し、そして自分の夢理想に向かって進んでいる最中、そしてたくさんの分岐点分かれ道があっていろんなところから攻めていこうとか着手していこうっていうお気持ちもあると思うんですね。迷うばかりではなくてたくさんのことに手をつける可能性もあります。オファーを一気に受けるとかね。なので少し忙しくなっていくかなっていう感じがします。もし多忙になった場合はお日様の心身のバランス気をつけたいところかなと思いますね。バランスっていうのが入ってるのとお日様は周りの人に対して思いやりを持って接していきますし向上心もある。自分の築いてきた地位とかあとは実力ですねを発揮してこれからもお日様らしくクリエイティブな活動を続けていきたいと思っていますね。もっと活動の幅を広げていくとかねそういうこともあると思います。はい、ということがお日様の今の現在の現状っていうところでではここからです。あなたのメッセージは届いていますかっていうところで今度は見ていこうと思います。一度カードをね少しまとめさせていただきます。そうですね、周りの人に左右されることはないとは思うんですがお仕事がたくさん舞い込んでくるのかなっていう感じはします。ではまたタロットを切っていってあなたへのメッセージ届いていますかっていうところで、はい、あなたがこちら SNS や例えばコメントを残していたりとかお日様にファンレターを送っていたりとか実際にお日様に向けて何かアクションしていますよっていう方向けです。いや私はねただ見てるだけで何もしていないんですっていう方は今回はちょっと自分がこれからメッセージを送った時にっていうことでご覧いただけたらなと思います。自分から積極的に何かしら動きを見せている方向けです。はい、1枚出していきましょう。ソードの2番です。
届いているとは思いますが、お日様からのアクションっていうのは見られていないのかなと思います。はっきりと、例えばですね、DM を送った、そして個別に連絡が来るっていうことはないのかなとは思います。でも見てはいますね。見ているし考えています。そしてここにバランスっていうのが出ていたので、やはりファンの方も平等に接していかなきゃなっていう、そういうお気持ちもあると思います。とても寛大な方、優しい方なので、言われたりとかもするんですが、みんなに対して優しいと思いますね。そしてここ少し自分の本音、お日様の本音や感情っていうのを滑らかにして接していこうとか見ていこうっていう気持ちが働いていますから、やはりこのファンと推しっていうその関係値っていうのは超えないようにしようっていうのを意識しながらご覧いただいてるんじゃないかなと思います。見ているのは見ていると思いますよ。はい、気がつかないっていうことはないと思うんですね。ルノルマンでね、1枚見ていきましょう。テーマとしてもジャスティスが入っていました。周りの状況がワンドの5番なので、争い、勝ち負けとかそういうことも関わってきます。あとはファンの構想とか、ファンの中で派閥ができているっていうことももしあるとするんだったら見ていると思います。ルノルマンカードで1枚出していきましょう。お家、自分らしくいられる場所、手足を伸ばして大あくびしても大丈夫。そしてこの王子がまさにこのお日様なんじゃないかなと思います。癒し系のお日様なんじゃないかなと思いますね。とても愛情深いので、その優しさだったり温かさっていうのが伝わってくるような、そんな活動の仕方をしていますし、何よりもご自身お日様の人間性っていうところでファンになってるっていう方も多いんじゃないかなと思います。そうですね、補足のカードでこの家のカードが出てくるので、やはりご自身、これお日様自身を今回表していると思うんですね。今のお日様を表していると思うので、お日様が自分らしくいられるためにもっていうことももちろん頭に入れてると思いますけど、あなたのメッセージを見ていると、自分らしくいられる、落ち着く、安心する、リラックスするっていう風にね入ってきてるんですね。一番自分らしくいられる、今こう見ていて、そしてあえて自分からはアクションするっていうカードではないので、自分から連絡したりとか積極的にあなたにアプローチしたりっていうことはないかもしれないんですが、しっかりと見て、ここでリラックスとか落ち着きとか、あなたを見ていて癒されるよっていうことは伝えてきてくれていますね。では早速見ていきましょう。メッセージ届いていそうなんですね。じゃあどんな気持ちでそのメッセージを見ているのっていうところでまたもらっていこうと思います。今度はこちらのオラクルカードを使ってどんな気持ちになっているのか、あなたの推し活ですねだったり、メッセージ、コメント、ファンレターとか見ていると思います。見ていてどんな気持ちになっているのかもらっていきましょう。はい、どんなお気持ちですか。1枚です。突発というカードです。何かインパクト、インスピレーションを得たりとか、自分の中の気持ちにポッと光が灯るような、そういうお気持ちになっているかもしれません。温かさというよりは突発的、パッっていうことなので、例えば最近あなたがアクションしたことありませんか。お日様に対して勇気を出してコメントを送ってみようとか、ファンレター出してみようとか、何か応募しようとかアクション起こしませんでしたか最近。それで最近ピタッとね、何かがハマったような、ピースがハマったような出来事があったかもしれません。あとは最近お日様が活動が頻繁的に活動量が上がってきて応援する回数が増えてきたんですとか、あなたの中にも変化っていうのがあったんじゃないのかなと思います。お日様とあなたの間柄も変化があったと思いますし、あなたの現状だったりお日様のアプローチ方法を変えたとか、今まではコメントだけだったんだけど今度からは違うやり方でファンクラブ入会してみましたとか、もっと密なやり取りができるように自分の中でアクションしてみたんですとか、何かしら勇気を出してやられたことがあるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。それをお日様も感じ取っている。あれ、いつもと違うアプローチの仕方だなっていうふうに感じたりとか、いつもよりコメントいっぱいしてくれるなっていうふうに感じてたりとかするかもしれません。目立つだったりとか、今までよりも
目立つようになってきたなとか、あなたっていう存在感をより認識したとかね、そういう突発っていうのが入ってきていましたから、パッと目に飛び込んでくるようなことがあったんじゃないかなと思います。はい、ではオラクルカードを出していますので、このオラクルからあなたのメッセージについてどんな気持ちで見ているのか、さらにこの突発に加えて見ていこうと思います。こちらの3枚で見ています。今回もラッキーナンバー取っていきます。トランプラッキーナンバーは5です。5のつく日時っていうのを参考にしてください。そしてオラクルからももらっていきましょう。こちらの2枚ですね。これはピラミッドとハマヌーンって言って勇気を表す神のカードです。このカードからもメッセージもらっていこうと思います。そうですね、まずあなたのメッセージを見た時にお日様の心に浮かんでくるっていうのは、あなたっていう人はその言葉の奥に強さと深さを持っているなというふうに感じています。それは誰かに見せようとして出した強さではなくて、あなたの中で育ててきた静かな勇気、そんなあなたのメッセージを読むために安心する、やっぱり安心っていうのが入ってきますね。また頑張ろうっていうふうにお日様が思える。お日様にとってあなたの言葉はそんな勇気をもらえるような存在となっています。あなたのメッセージの中にはまっすぐな気持ち、そして地に足のついた温かさがあります。何気ない一言がちゃんと自分のことを見てくれているんだなっていうふうに感じさせたり、お日様がちょっと落ち込んだ時に大丈夫だよと背中をそっと押してくれるような、そんなメッセージとしてお日様が受け取っているみたいです。あなたの中にあるぶれない軸、それはきっと日々の中で大事にしているあなたの価値観や、どんな時も人を思いやれる心、そしてこれが私のペースという穏やかなリズム、そうした心の土台の強さが推しにも伝わっています。そしてこちらのピラミッドのカードですね。このカード、どっしりと安定している、でもちゃんと天とつながっている。あなたがくれる言葉にはなぜか気持ちが軽くなる不思議な力があります。お日様はきっと自分を信じてくれているあなたの思いをちゃんと受け取りたいと思っています。あなたとお日様の間には信頼、そして深いつながりがあると思います。ではお日様からあなたへ伝えたいメッセージっていうのももらっていこうと思います。癒しとともに勇気をもらっているよっていうお日様なんですが、ではお日様があなたへ伝えたいことっていうのをこちらノルマンも使って見ていこうと思います。あなたからのメッセージを受け取ってお日様、心の中でどういうことをあなたに伝えたいと思っているのか、近々嬉しいお知らせがあるかもしれません。近い将来お日様がこういう活動をしていきますとか、こういう指針で決めていきますとか、決定事項があるかもしれませんね。お知らせ、重大発表だったりとか、新作出ますよっていうお知らせだったり、グッズが出ますよかもしれません。そしてこのお日様についていきたいっていう気持ちが高まっていくようにも感じます。お日様からのメッセージ、運命です。無理に変えようとしてもダメですっていう風にね、運命っていうカード、十字架のカードです。クロスっていうのは宿命などを表しています。このカードを含めてお日様からあなたへのメッセージをお伝えしていきます。まずは感謝ですね。いつもありがとう。あなたの言葉や思いはちゃんと届いているよ。たくさん頑張ってきたのも分かってる。だからもう自分を急がせなくても大丈夫。誰とも比べなくてもいいし、結果だけを見なくてもいい。あなたが日々を大切に過ごしていること、その一つ一つがすごく尊くて美しいと思う。だから自分を大切にしてほしい。心が揺れてしまうときは深呼吸して。あなたの中にはちゃんと平和な場所がある。その静かな強さが私は本当に好きです。どうか勝ち負けにとらわれずに、あなたのままで安心していて。私はいつもそんなあなたを応援しています。こんな風にお日様はあなたの存在を大切に思ってくれています。無理に何かを変えようとすることはない。そのままでいて。そして運命、あなたの祈りは届いている。お日様にしっかりと届いているんだよっていうことをここで受け止めてほしい。そういうメッセージでもありました。
ではこの後お星様との近未来、どんな近未来が待っていますかっていうことで、ここでタロットも出していきます。その SNS 上でのやり取りっていうのはできているんじゃないかなと思うんですね。例えばあなたの X だったりインスタグラムの投稿を見ていたり、そしてもしかしたらね、いいねボタンを押してくれているかもしれません。反応があるかもしれません。そんなに目立つような反応ではない、例えば個別にプライベートでメッセージをもらうっていうほどではないかもしれないんですが、いいねもらったりとか、例えばコメントを拾ってもらったりとか、そういうことはしているんじゃないかなと思います。はい、これからの近未来です。皇帝のカード、エンペラーのカードです。このお星様ね、間もなく大きなお仕事、それは表舞台ですね。もうすでにね、水面下では進んでいることだと思います。それが近々発表されるとか、自分がこうなっていきますよっていう、やっぱり指針ですよね。これから先の近未来、ライブ決まりましたとか、映画出演することになりましたとか、新作出ますとか、これからこういう風にやっていこうと思うんですとか、そういうことをみんなに伝えてくれると思います。そしてそれにやっぱりファンの方々がついていきたいって思う。で、中にはこう世界進出みたいにね、今までの規模をさらに広くしていくような、活動の幅を広げていくようなお星様もいるかもしれません。これ皇帝のカードっていうのは、つまりトップに上り詰めるとか、地位を高めていく、さらに自信を持って進めていくお星様の姿っていうのが見えています。それについていくあなたっていうのもね、入ってきています。ではお星様と近未来どうなっていくのかっていうのは、こちらの、レインボーエンジェルのカードからもらっています。ハーキマーダイヤモンド、あなたが人生の主人公っていうカードです。お星様との近未来は、輝き始めるあなたが推しとの関係を変えていく未来です。あなたは今、自分の人生を自分のものとして動かし始めています。最近やりたいことや目指したい道が少しずつ見えてきているのではないでしょうか。そのエネルギーの変化はちゃんと推しにも届いています。あなたがワクワクしているとき、そしてキラキラしているとき、推しは不思議と、なんだか最近あなたのこと気になるなと思ってくれているのです。近未来、あなたは応援する側から自分の人生のステージを生きる人、主人公へと変わっていきます。その輝きが逆に推しの心にインスピレーションを与えて、ちょっとしたリアクションや偶然のようなシンクロが起こりやすくなっていきそうです。あなたが楽しそうにしている姿が推しの背中を押す、そんな嬉しい循環が始まっていきそうです。はい、突発っていうね、このカードもありましたから、推しにインスパイアするような、そんな刺激を与えられるような存在にあなたがなっていく。何かしらの活動を始めるとか、推し活でももっと今よりも推し活頑張ろうとか、発信ですよね。発信していこうっていう気持ちが高まっていくのかもしれません。そんなあなたの変化を推しもインスピレーションとして受け取ってくれています。そして刺激し合うような関係性にこれから近未来になっていくんじゃないかなっていうふうにカードたちが教えてきてくれていました。ではこれからどんな推し活を続けていけばいいのかっていうのをルノルマンでアドバイス1枚もらって、そして選択肢からのメッセージももらっていきましょう。ね、そして推しの活躍がこれからも広がっていきそうっていうことで、それにあなたももっと活動していこうって、推しにまつわる活動をね、広げていこうっていうふうに思うと思います。はい、どんな風に推し活していけばいいのか、あなた自身を表す淑女のカードが出てきました。はい、自分だよって、あなたのペースで推し活していってねとか、いつも自分の心を大事にしてほしい。そして推し様が言うんじゃないかな、いつも言ってるんじゃないかなと思うんですね。あなた自身の生活を優先させてとか、無理にね、推し活に時間とか使わなくてもいいんだよって、あなたのペース、君たちのペースでいいんだよっていう風に言ってくれたりとか、まずはね、あなたのその日その日を大事にしてとか、あなたが疲れてる時はゆっくり休んでねとか、気遣いしてくれるような推し様、そのファンのことを優先的に考えてくれる推し様なんじゃないかなって、そんな優しさがにじみ出てくるような優しい方なんじゃないかなと思うんですね。そして1番さん、未来の推し様からのメッセージもいただいています。最近の君、すごくいい顔しているね。
夢中になっている姿は本当に魅力的。きっと今の君ならどこへだっていける。その一歩ずつが自分自身への信頼になるんだと思う。私も頑張る。君みたいにまっすぐに。そんな未来のお日様からのメッセージが届いています。なのでお日様もやっぱりあなたがあなたらしくいれることっていうのを願っていますし、あなたが穏やかに過ごせる毎日っていうのも願っている。そしてどんな風に推し活していけばいいのか、やっぱりあなたのペースでとか、あなたが信じる通りに進んでみてっていう、そういうメッセージももらっています。こちらも参考にしてください。そしてお選びいただいたオラクルカード、こちらからもメッセージをもらっていきましょう。これは今のあなたが一番輝いているというメッセージです。過去を手放すっていうカードなんですね。昔の自分と今の自分を無意識に比べてしまうことありますよね。あの頃はもっと夢中だったなとか、もっと応援できていた気がするなとか。でも今のあなたにはちゃんとあなたなりの推し方、そして愛し方があります。これからは前はこうだったということに縛られずに、今この瞬間の気持ちをまっすぐに受け止めていきましょう。あなたの応援がちゃんと推しにも届いていきます。過去は置いていきましょう。あなたの好きというのは今ここにあります。はい、もう過去ではなくて今ここにあなたの気持ちはもうあるんだよっていうことです。とらわれていたこととか、過去こうだったらよかったのになとか、そのちょっと前のことで考えていたこともあるかもしれません。それはもうここで置いていきましょうって。そして今自分なんだよって、自分の今の心を大事にしてねって、そういうことを教えてきてくれていました。ラッキーナンバーは5番です。そしてお日様からのメッセージもぜひお受け取りください。今回はお日様、私のメッセージ見てくれているっていうことと、そしてそれはどんな風にお日様に届いているのかっていうのをテーマに見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは推しシリーズです。お日様、私のメッセージ見てくれていますかということで、今回はあなたの SNS での発信についてお日様に届いているかどうかっていうのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。ではタロットカードでお日様の近況についてまず出していきます。はい、それではこの4枚で見ていきます。お日様の今の現状を表すところにペンタクルの3番です。そして周囲の状況がムーン、月のカードで、課題点っていうところにカップの8、そしてこれからお日様の近未来の流れがワールドなんですね。そうですね、周りの状況が少し見えづらいなっていうところはあります。そしてお日様の現状としては、その周りと協力し合いながら一つ成果物を作っていきたい、何か結果を残したいとか、目標に向かってみんなでチームワークで取り組んでいきたいとか、専門家の方と話をし合いながら自分の進むべき方向をしっかりと進んでいるような状態です。今積み上げている最中だったりもします。建設中とか作曲中だったりとか、新曲作っている最中ですとか、レコーディング中とか執筆中とか、その成果物っていうのは発表ですよね。何か生み出すための今作業中っていうところです。前向きに取り組んでいますし、周りの人、協力してくれる人もいる。その人たちと一緒にチームを組んでやっている。そのお日様がもしグループ活動をしているんだったら、グループのみんなと一緒に何かを今練習していたりとか、目標に向けて頑張っている、日々頑張っているよっていうのが入ってきています。そのなぜ目標に向かって今頑張っているのか、練習しているとか取り組んでいるのかっていうのが分かるのかっていうと、近未来のところにワールド、完成を表すカードが出てるんですね。
このワールドっていうのは、お日様が例えば武道館ライブが決まりましたとか、ツアーが始まりますよとか、そういう何かのお知らせですね。あとは完成なので、新作ができましたとか、この作品を書いて入賞しましたとか、大きな賞を取りましたとか、それぐらい素晴らしいことです。大きな世界進出だったりとかっていうのももちろん考えられますし、ワールドツアーだったりとか、例えば何十年ぶりかのツアーが決まりましたとか、再結成っていうのもあるかもしれませんし、それぐらいのね、その大きな物事が動いていくような流れが今やってきていて、それに向けて今取り組んでいる最中っていうのが入ってきています。しかし周りの状況が見えづらいっていうところがあるので、このお披露目までわからないように水面下で動いている可能性もあります。だから今のファンの方々とか世間的にはまだこのお知らせは知らされていないんじゃないかなっていう感じもしますし、見えない中で水面下で頑張ってる様子っていうのも見えてきます。または頑張ってるには頑張ってるし、近い未来はこういう大きなね完成っていうのがあなたのところに届くんだろうけど、今その協力者とそうでないところと分かれてるような感じもします。反対されてるわけではないけど、こう先行きがまだ見えないけど一生懸命頑張ってるお日様っていう感じ、結果がまだ分からない、お約束されてない、自分で挑戦している最中っていう感じです。そして頑張ってうまくいけばこのいい結果になるだろうし、どうなるかわからないけどとりあえず頑張ろう。例えばオーディションに今受けている最中で、このオーディションの結果がまだわからないから結果がどうなるかわからないけど、今自分にできることを一生懸命やるんだって言って頑張ってる、稽古している。そして近い未来受かりました、この大役が決まりましたっていうような発表かもしれません。水面下で物事が動いているような感じだから、お日様も周りに対して、あれ合格かな不合格かな、今どっちなんだろう、審査されてる最中って、そういうねハラハラした気持ちを持ちながら、今自分にできること頑張ろうっていうふうに思ってるかもしれないし、何個かオーディションを受けていて落ちたっていう感じもしますね。課題点のところにカップの8っていうのも入ってきていますから、今の場所からもう次へ行くんだよっていう、そういう段階に来てるんだよってことを示唆しているんです。またはお日様の中に、今気持ちの整理が必要ですとか、周りの環境を整える必要がありますっていうことをこのカードは伝えてきてくれてるんです。なので今一生懸命頑張ってきていることプラス、ちょっとモヤモヤして見えていなかったことに対してはっきりとさせる時がやってきていますよとか、次のステージへステップアップする時がやってきていますよってことを教えてきてくれてるんですね。そしてワールドなので、やっぱりこの何か完成っていうのを目指していて、そしてステップアップしてここに来るのだということを伝えてきてくれてるんじゃないかなと思います。そしてこの周囲の状況が見えづらかったことに対しても見えるようになっていくんじゃないかな、お日様の成長っていうのが見えます。はい、ということで、この嬉しいお知らせ気になりますね。この発表を待ちましょう。そして周囲の状況が少し見えづらいっていうのはあるんですが、例えばね、その独立っていうことも考えられるんです。今こうチーム所属していて頑張っていて、だけどその今自分がステップアップに向けて進むべきだというふうに決まってワールド完成なので、独立が決まりましたとか、そういうことになるかもしれませんね。ソロデビューしますとかかもしれません。ではこの後、お日様私のメッセージ届いていますかっていうことに対してタロット見ていこうと思います。タロットで1枚出していきます。目標があってそれに向かって頑張ってるお日様、それは水面下で頑張ってるかもしれませんし、もうみんなに対して宣言してるかもしれません。今年中には例えばドームツアーやりますとか、それが叶うような今年っていうのが入ってきていますね。近未来叶うんじゃないかなと思います。あなたのメッセージ届いていますか？見ていきましょう。ソードの8です。ソードの8は囚われとか、その場所から動けないっていうところなんです。ちょっと補足でもらっていきましょう。もし
気づいている、届いていたとしてもお日様から何かするっていうことはできていないのかなだと思います。そしてあなたもちょっと不安、本当に見てくれてるのかなとか、反応がないのかもしれませんね。できないっていう感じで入ってきます。囚われている、例えば制約があって個別にファンとやり取りしてはいけませんよだったりとか、何かこの制約の中に今入っているっていうのが入ってきますね。これですね。山、どうしても頂上に登らなければ手に入らないものがあるということで、あなたのメッセージ届いていますか？例えばあなたが10メッセージを送っていたら、その10の中の1は届いているぐらいだと思います。全部届いていないかもしれない。どうしてもたくさん積み上げていって、ようやくてっぺんまで行って見てもらえるような、だからファンがすごく多くてファンレター毎月すごくもらっていますとか、コメントいっぱい来るんですとか、そんぐらい人気のあるようなお日様かもしれなくて、結構山に埋もれちゃうようなファンの山っていうのがあって、そこに埋もれちゃうような、だから一生懸命伝えなきゃみたいな、そういう気持ちになっている方もいるかもしれません。でもあなたが積み上げていけば必ず見てもらえるんじゃないかなと思うんです。ただしその反応としては鈍いというか、もしかしたらたくさんコメントがあっていいねとかも押さないようなお日様かもしれません。で、届いてるのかな、見てるのかな、反応ないけどどうなんだろうっていうところに対してお日様でも見てるとは思います。全部じゃないけどっていう感じです。例えば何か募集して、新しいグッズ作るんですけどいい案ありませんか、募集しますよって、このフォームに送ってくださいねって言ったら、何千件もわってきて、何千件も目は通せなかったけどいくつかピックアップしましたよとか、それぐらい人気のある方かもしれませんね。ワールドも出ているので、かなり世界的に有名な方だったりするかもしれませんね。メール、メッセージ、あなたが推し活していて、あなたの例えばアカウントあるじゃないですか、ツイッター X のアカウントがあって、あなたがそこで推し活やっていますって、全部の投稿は見ていないんだけどその中の一部は見ているとか、そういう感じだと思います。で、見ていても個別に反応したりとかはしていないと思います。表立って何か動くというよりは、カゴの中に入っているなので、あえて自分の方からはしないっていう風に決めているようにも感じます。そういうソードの8っていうのはね、自分で自分の動きを止めるっていうカードなので、制限かけてるんじゃないかなって思いますね。ただし、てっぺん一部は見てると思いますから、全部ではないけど届いているんじゃないかなと思います。全く見ていないっていうことはないと思いますね。すごく肝心なものとか、これすごく重要、例えばあなたがお日様の重要な告知に対してリプライしている、それを見ていたりとかする可能性もあるし、例えばファンアートとかをしてあなたが作っていたとして、その一部分だけを見ているかもしれません。全部は見切れないけど、この日は見たよとか、そういうことがあるかもしれない。ただしいいねがつかないから、見てるのかな見てないのかなとかっていうと、ちょっとモヤモヤってした感じがしますね。では、あなたのメッセージ一部かもしれませんが、見ていた時にお日様どんな風にそれを受け取っているのか、このカードからもらっていきましょう。情熱、バラの絵柄ですね。でも一部だけど、そこには確かにあなたの情熱が込められている、その情熱パッションですよねを受け取っているよっていう風にパキッと出てきましたね。もうちょっとふわっとしたものとかね、もうちょっとね、どうなんだろうっていう感じで今お尋ねしたんですが、いやでもね、その一部だとしてもその情熱はちゃんと届いてるよっていう風にはっきりと出ましたね、ここね。なのでお日様はあなたのメッセージをもらった時に、なんて熱いメッセージなんだっていう風にね、思ったんじゃないかなと思います。反応としてはそんなにね、たくさん返信をしてくれるような方じゃないかもしれないけど、しっかりとあなたの気持ちは届いているんだよっていうことを言ってきてくれています。
はい、ではじゃあこのあなたの情熱、どんな風にお日様に伝わっているのか、このオラクルカードたちからも補足出していますのでもらっていきましょう。まずラッキーナンバーでトランプ出しています。ラッキーナンバーは10です。10のつく日時参考にしてください。あなたがひらめいたこと、思いついたことっていうのを突発的に投稿していったりとかコメント送ったりしてもいいんじゃないかなと思います。もちろん最低限のマナーだったりとか配慮っていうのはした上で、あなたのアイディアが採用される可能性もあると思います。そしてこちらのカードも見ていきましょう。はい、このカードタントラ、そして古の女神っていうね、女神のカードが入ってきています。いいですね。このタントラっていうのは男性性と女性性どちらもバランスが取れているよっていうこと、つまり陰陽のバランス、動き、待ち、どちらもできている、バランスが取れているよっていうことがこのカードから言われています。でタントラプラスこの古の女神のカードも入ってきているので、ここですよね。まずバラのカードが2枚入ってきてるから、あなたっていうの存在をちゃんと認知してらっしゃると思いますし、美しい方だなとか、表現力が優雅だなとかね、文字の使い方が上手だなとかね、そういうインパクトに残るような上品さだったりとか丁寧さっていうのも伝わっているかもしれません。あなたのメッセージを見たとき、推しはなんて感性が豊かな人なんだろう、熱い人なんだろうというふうに感じています。なぜだったら、あなたの言葉の奥にある思いとか空気、色、湿度、そんな細やかなものまで丸ごとお日様に伝わってくるからです。この情熱とともにね、それは静かな情熱かもしれない、パチパチっと燃えるような情熱というよりは、優雅にね、優しくじんわり伝わってくるような、でも確かに熱い気持ちかもしれません。お日様はあなたの中にある静けさと情熱、優しさと強さの両方に気がついています。そのバランスがとっても美しくって、どちらかに偏らないありのままの魅力に惹かれています。そしてあなたの言葉には、今ここに生きているという実感がある。夢や理想も大切にしている。だけど現実の中でそれをどう育んでいくのか、そんな地に足のついた感覚もちゃんとあなたは持っているということが、推しの心にじんわりと響いています。なんかね、好き好き好きとか一方的に思いをぶつけるだけじゃなくて、お日様を気遣うようなコメントをしていたりとか、あとはあなた自身の実生活に落とし込んで推し活をしていたり、楽しまれていたりとかする様子っていうのが伝わっているんじゃないかなと思います。誰かの評価や正しさではなくて、自分の本当の声に従って生きているあなた、その姿にお日様も励まされて、自分ももっと自由に表現していこうっていうふうに思えるみたいなんです。なぜだったら、お日様かなり制約とか制限とかかけられているような感じがするんですよね。なんかこっからここまでですよとか、時間が限られていたりとか、そうですね、なんか活動、特にファンとのつながりにおいては制約があるような気がします。思うように動けていない、届いているよっていうことを伝えたいんだけど、あまり伝えないようにしようね。なぜだったらファンの中でね、差ができて生まれてしまうから、事務所の方からはあまり自分からは積極的にファンとは絡まない、返信とかしないようにして、配信の時だけとかファンミーティングの時だけ絡んでいきましょうとか、この配信ですよね。お日様がファンへのメッセージ、ビデオレターみたいなメッセージを送るときだけ、みんなに対して平等に行き渡るように、この制限の中、カゴの中だけでファンに対してメッセージを送るような、そういうイメージも入ってきます。だから時々もどかしい気持ちになるんです。この今の自分の気持ちをありのままに素直に伝えたい。例えば、落ち込んでるんだよね今日とか、今日なかなかうまくいかなくてとか、それがあまり言えないような立場なんじゃないかなと思うんです。常に笑顔でいようとか、常に元気な姿を届けていきたい、届けていかなきゃいけないとかっていう風に感じてしまいやすいような状況とかかもしれません。なので、あなたのメッセージを見ていると、自分も自由に表現していきたいっていう、そういう気持ちに駆られるみたいなんですね。あなたのメッセージというのは、大切な何かを思い出させてくれるような力がある。
それは昔から知っていたような不思議な安心感、あ、これだと感じるインスピレーション、まるで心の奥に眠っていた光がそっと呼び起こされるような、そんな感覚に近いのだと思います。だからこそお日様はあなたのメッセージに特別な親しみと尊敬を感じています。表面には出さないっていうのが出てはきていますが、心にはちゃんと届いていますよ。ではお日様があなたに伝えたいことっていうのを、ルノルマンでもらっていきましょう。今あなたにどういうことを伝えたいのか。お日様と真逆だなっていうふうにお日様が感じているかもしれません。あなたの活動を見ていると羨ましいなと思う時もあるみたいですね。何が羨ましいのかって言ったら、純粋さだったりとか、ありのままに楽しいとか嬉しいとか、今日こういうところに行って楽しかったとか、推し活最高とか、そういうね素直に表現しているところが羨ましいなと思ってるかもしれません。紳士、これはこの場合はお日様を表します。お相手、お日様です。はい、お日様のことで、あなたに何を伝えたいのかって言ったら、自分自身のことだっていうのが入ってきましたね。ではこの、ルノルマンとその他のカードもね、インスピレーションをもらっていきながら、お日様があなたへ伝えたい、何を伝えたいのか、あなたの言葉には何か懐かしい未来のような不思議な温かさをこのお日様感じているみたいです。お日様からのメッセージ、その温かさというのは私の心の深いところとつながっているからかもしれない。あなたの中にある静けさと情熱、優しさと強さ、どちらも本物で、どちらもあなたにしかない宝物だと思う。今もし迷っていたとしても安心してほしい。ここからが再生の時だ。あなたがずっと見たかった光はもうすぐ手が届くところに見えてきている。もうすぐ光が見えるよ。他の誰でもなくあなたにしかできない表現をどうか信じて進んでいってほしい。私はあなたのその感性と唯一無二の世界観をずっと応援しています。そしてこれからも私の活動を見守っていてほしい。彩ってほしい。表には出せないけど、でも確かに伝わる思いがちゃんと届いている。それを今あなたに伝えたい。一方でそのあなたの表現力が羨ましいというふうに思っているお日様では、これからっていうところで、これからの近未来、お日様とどんな近未来が待っているのかっていうのも踏まえて見ていこうと思います。そしてどんな推し活をしていったらいいのっていうのもね、見ていこうと思います。で、今回はまずはタロット1枚出していきます。お日様の近未来、お日様とあなたはどんな風になっていくのっていうことと、私はどんな推し活をしていけばいいっていうことで、そのあなたらしく、あなたらしい表現をしてほしいっていうことは出てきていますが、もっと具体的にっていうところでもう少し出していきましょう。何かお日様10オブカップ、お日様と喜びを分かち合うとかね、嬉しいことがやっぱりありそう。ワールドも近未来出てきていたので、何か大きな発表とかによって喜びを分かち合う姿です。嬉しいことはやっぱり嬉しいっていう風に発信していってほしい。そしてその輪を広げてほしいっていうことですね。仲間、チームを作ってもいいし、推し仲間、推し友っていうのを作って広げていってもいいし、このファンの中で何か作り上げてもいいし、喜びで満たされてほしい、そのような活動をしたりとか推し活してほしいってことです。あなたがどんな推し活していけばいいのって言ったら、喜びを分かち合うっていうのがテーマ。そしてブックのカードも出てきています。まだあなたが知らない何かがある、本当のことを教えてあげるよってことで、これから近未来新しい何かを知らされる。それは多分嬉しいお知らせだと思うんですよね。こういうこと決まりましたよとか、新しい新作出ますとかね、それであなたが嬉しいっていうふうに思うようなこと、またこれから新しい情報が入ってきて、それをあなたが喜びの形として広げていく。そしてお日様と一緒に分かち合う。なので
例えばね、ライブ会場に行ってお日様と同じ景色を見るとか、そういうことも出てくるかなと思います。そして近未来、どういうことが訪れるのか見ていきましょう。セレナイト、時は満ちた。これはね、願いが現実になり始めているサインなんです。願いが現実に変わり始めるタイミングだよっていうことを教えてきてくれてるんです。もう時は満ちてるよっていうことで、やはり何か嬉しいことがすぐそこまで待ってるんじゃないかなと思います。今のあなたは少し前とは違う場所に立っています。心が落ち着いてきたり、自分の本音がはっきりしてきたり、それはあなたが次のステージに進む準備が整ってきた証です。推しとの関係もここから変わっていきます。ずっと一方通行かもと感じていた流れがふっと動き始めるかもしれません。近未来では言葉にならないつながりとか、なんで今このタイミングでというような偶然が重なったり、運命っぽいって思ったりとか、導いている感覚を強く感じることが出てきそうです。あなたが本気で願っていることが少しずつ形になっていく流れ、推しとの関係もより意味のあるつながりへと深まっていく兆しが出てきています。時は満ちた。もしかしたらね、この推しが制約から外れて、もっと自由にファンとコミュニティを交わし合えるような、そんな新しい場所が生まれていくのかもしれません。そして未来の推し様からのメッセージももらっています。君が今まで積み上げてきたこと、ちゃんと見てきているよ。頑張ってきたこと、誰かのために我慢してきたこと全部。でももう遠慮はいらない。これからは君の好きを中心に動いてもいいよ。私も君の幸せを願っているから。という未来の推し様からのメッセージ。あなたが今まで頑張ってきたこと、推し活以外にも辛いとか我慢とかをしながら頑張っていたことがあったのかもしれません。そして推し活をすることで心が救われてきたこともあったかもしれない。それをあなたが表現していたんじゃないかな。メッセージに送ったりとか、推し活 SNS で発信していたり、自分が辛い時に推しに出会って救われたとか、それを見ている可能性があるかもしれないですね。そしてこれからはもう自分の好きに従って、好きっていう気持ちにね従って生きていってもいいんだよっていう、そういう推し様のメッセージも入ってきていました。ではお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきましょう。これは気持ち、感じることをそのまま許していこうっていうメッセージです。本当の気持ちです。はい、本当の気持ちに気づけた時、もっと深くつながれるというメッセージです。その本当の気持ちっていうのを知るのかもしれないですよね。まだ知らない何かなので、情報かもしれないし、発表かもしれない、活躍かもしれないし、推し様のお気持ちだったり、自分自身のお気持ちかもしれない。未知の世界へ足を踏み入れることかもしれませんね。推しを好きな気持ちは嬉しいだけではありませんよね。寂しかったり、届かなくてモヤモヤしたり、そういう思いもきっと心の奥にあります。でもそれを感じることに蓋をしなくても大丈夫。これからのあなたは自分の気持ちに素直になることで、もっと温かい気持ちで推しを応援できるようになります。好きってこんなに深いんだと、新しい気づきがやってくるかもしれません。どんな感情もあなたの好きという気持ちの一部です。全部大切にしてくださいというメッセージです。本当の気持ちに気づけた時、もっとつながることができるというメッセージです。ぜひこの選択肢からのメッセージもお受け取りください。ラッキーナンバーは10です。今回は推し活シリーズ、推し様私のメッセージ見てくれている？見ているとしたらどんな風に見ているの？というのをテーマに見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは推し活シリーズです。推し様私のメッセージ見てくれている？というのをテーマに見ていこうと思います。よろしくお願いします。では
今回は一番最初にお日様の今の現状を見ていこうと思います。はい、こちらの4枚で見ていきます。推しの現状っていうところで、今お日様カップの4番です。そして周囲の状況がペンタクルの点、課題点にカップの3番、そして近い未来がムーン、月のカードということで、落ち込んでるなっていうのがパッと見入ってきています。刺激不足とか、自分が思うように活躍できない、表舞台に立っても失敗しちゃったりとか、何かあったのかなっていう感じがします。また逆に何もなくて、何か新しいこと始めたいなっていうふうに思っているかもしれないですね。なんかこう毎日同じ日々のルーティンみたいな風にお日様が感じている可能性もあります。確かに活動はしているんだけど、そろそろ新しい何かを取り入れていかなきゃいけないなとか、変化を求めているのかなっていう感じもしますね。またこれから先自分の活動どうなっていってしまうんだろうとか、そういうのもちょっと入ってくるんですよね。例えばお日様が、チームで活動している、グループで活動しているとしたら、そこをちょっとひびが入ったりとか、ちょっと大きく言ってしまえば、チームで解散の危機を迎えているかもしれないし、あとこの自分たちのグループがね、今後どういう方向性でやっていこうかなっていうことでちょっと悩んでいたりするのかなって感じもします。そうですね、支えてくれるスタッフさんとか事務所の方っていうのはしっかりしてらっしゃるんですけど、お日様の心の状態かなっていう感じもするんですね。不安定なんです。近未来も不安な気持ちでちょっとぐるぐるしちゃうなって、お友達や仲間とかねの間で悩んでいたりする感じもするんですね。ちょっとだけ1枚細くもらっていきましょう。これ1回しまっていきます。現状1枚細くもらっていきます。ペンタクルの2番です。バランスが取れなくなってしまったっていうところですね。やっぱり周囲とのバランスだったりとか、チームでのっていうのも入ってきますし、すごく忙しくしている、だから忙しくって体力がないとか、そういうことではなくて、逆に余裕がないとか、あとはですね、忙しいわけではないと思うんですね。カップの4番なので、忙しくなくてこれから先不安とか、もしね言うのであればだったりとか、一番感じるのは周りとの摩擦だったりとかですね、分裂だったりとかなのかなっていう感じもします。今の課題点としてはカップの3番で、みんなでこう楽しいって思えなくなってきた。一緒にやっていても、いやなんか一人でいた方がいいんじゃないかとか、または分裂だったりとかね、1対3みたいな感じで、なんか自分だけ浮いているんじゃないかって思っていたりとか、その毎日の活動において疑問点を感じ始めていたり、周りとのズレを感じていたりとか、確かに恵まれている環境にいるといえばいるんだけれども、じゃあ果たして自分の心はそれで追いついているんだろうかとか、余裕を持って楽しめているのかなとか、そういうことが入ってきます。なのでお日様の心としてはちょっと不安とかね、あとどうしようかなっていうところが入ってくると思いますね。周りから求められているものもあると思うんです。こういう風にしていこうねっていう風に事務所から言われていて、そうした方がいいんだろうなっていう風に思うんだけど、心がついていかないとかね、だと思いますね。果たしてこれでいいのかなっていう迷いっていうよりは、迷いもここに入ってるので、
そうですね。両立できるんだろうかっていうのももちろんここに入ってきているので、2つのことを同時にこなすっていうことなので、お日様が、2つの活動をしている。1つは歌手、1つは俳優みたいな感じで、2つの道をやっていて、両立できるのかなっていうこともそうだし、あとはグループとソロみたいな感じで、どっちもやっていけるかなとか、2つのことに対してバランス取るのがちょっと難しいと思ったりとか、対人関係なんじゃないかなっていう感じがします、これを見ていると。はい、なので今のところに居続けてもいいのかなっていうことかもしれませんし、はい、このお日様がグループではなくてソロ活動をしていたとしても、事務所の人との間で摩擦が生まれていたりとか、楽しめない、心から純粋にみんなと楽しめないっていうことで、まだちょっとしばらくモヤモヤしている。その深掘りしていっても余裕が今ないんですっていうのが入ってきますね。余裕を持って楽しめないとか、自分が固く考えてしまうんですだったりとか、寂しい気持ちを抱えていますっていうのも入ってきますね。何か釣り合わないものがある。例えば自分が働いた分だけ、活躍した分だけの成果が出てこないとか、こんなに一生懸命頑張ってるんだけど評価がもらえなかったり、思ったようなね評価がもらえなかったりとか、じゃあ待遇が悪いのかっていうふうに改めて問われると、いやそうではないんだけど、自分のわがままなのかなっていうふうにちょっと抑えていたりとかする。どうなんだろう、どうなんだっけっていうところが今あるのかなっていうところで、近未来まだ少しモヤモヤ感とか孤立感とかっていうのを感じるかなと思います。なのでまずはね、そのお日様心配ですよね。大丈夫なのっていうふうに思うかもしれません。ちょっとね、一時休止まではいかないんですが、お休み期間を設けるかもしれないですね。ムーンのカードが出てるので、水面下だったりとかまだ見えてこないよってことなので、近々大きな動きっていうのはないかもしれないですね。近未来です。3ヶ月以内には大きな発表、例えば新作出ますとか、ツアーが始まりますとか、新曲出しますとか、そういう新しい動きっていうのは出づらいかなと思います。はい、なので何か動き出すとするんだったら3ヶ月以降かなっていうところですね。お日様気持ち持ち直していけるのかなっていうところ、多分気になっている方多いんじゃないかなと思うんですね。それをルノルマンカードで出していきましょう。お日様の気持ち、この後変化することありますかっていうことで、ルノルマン1枚出して見ていきます。はい、ツリーのカードです。まっすぐに育ちます。良くも悪くもなんですね。まずそうですね、迷いの中でも何とかしようっていうふうに思うでしょうし、まずまっすぐと育つっていうのが入ってるので、ただしね、良くも悪くもなんですよね。どっちに行くかまだわからない、どっちに伸びるかわからないってことなんです。よく育つのか悪く育つのか、つまりネガティブな思いがこのまま育っていくのか、それともそれを断ち切って前向きな気持ちとしてまっすぐと伸びていくのかわからないんだけど、でもどちらかに傾いていくんじゃないかなと思います。ツリーのカードっていうのは健康状態も表しているので、精神状態、心の状態とか考えすぎとかにはならなきゃいいなっていうふうに思っているんですね。ちょっと健康状態が少し心配、迷いすぎていて動けなくってっていう感じもしますし、そうですね、ただ信頼関係っていうのも表していますので、誰を信頼していこうかな、事務所かな、それとも自分の心に従うのかなっていう意味で、どちらかに傾いていく可能性もあるかなと思います。はい、心配ですね。タロットも1枚出しましょう。このまま回復してほしいなっていうふうにも思うんですが、このルノルマンカードって一言メッセージがこのカードには書かれてあって、まっすぐに育ちます、良くも悪くもなので、ワンダのナイト大丈夫そうですね。これを見てると、
困難を切り抜けていけそう、お日様動いていけるよっていうことで、難関突破だったりとか停滞期から抜けるっていうのが入ってきています。よかった。はい、ということで悪い方にはいかなそう、大丈夫そうですよ。この一旦ね、この落ち込んだりとか低迷するっていうのはあるんですけど、そこから復活すると思います。はい、火の輪をくぐり抜けて勇敢に飛び抜けていく、果敢に向かっていく姿っていうのが描かれていますから、お日様がチャレンジしたりとか動いたことっていうのは明るい未来を切り開いていくものになっていくと思います。お日様自分で動くよって、こうやって座っていた状態から自分で馬に乗って飛び乗っていく、飛び越えていけるような、そんな状態まで持ち上がっていく、回復していくっていうのが言われています。はい、ということで、では、今回本題ですね。私のメッセージ見てくれているのっていうところで、またタロットカード切っていこうと思います。今度は、あなたのメッセージ見てくれていますか？今まであなたが活動していて、お日様にあなたのメッセージが届いたことありますか？はい、見ていきます。ペンタクルの6番、しっかりと届いていますよ。そして嬉しい気持ちですって、心潤っています。優しさが伝わってきます。そしてとてもいい関係を築いていますっていうのが入ってきています。推しとファンの間柄っていうのはとても良好なものだと思います。調和を表すペンタクル6番なので、そうですね、例えば今あなたがお日様に対して不安な気持ち抱いているとするんだったら、それは調和の方へ回復していきます。ツリーのカードも出てきていたので回復ですね。やっぱり推し活続けてきてよかったって思えるようになるだろうし、またあなたのメッセージはお日様見ていますね。もしかしたら中にはいいねもらったりとか、リプライもらったりとか、返信もらったり、コメントを拾い上げてもらって、そこで何か名前を読み上げてもらったりとかするような方もいるのかなと思います。それぐらい良好な関係を築いているよっていうのが入ってきています。はい、では、このように出てきたので、メッセージ見ていると、じゃあメッセージ見てどんな風に感じたのかっていうのをオラクルからもらっていきましょう。あなたのメッセージ結構定期的に見てる感じがします。都度チェックしているような感じもしますし、もちろんそのお日様の活動状況とか心の状況によっては見れない時もあるかもしれないんですが、コメントはちゃんと見てるような気がしますね。はい、どんな風に感じていたのか、光ですね、希望になってるよっていう風に入ってきています。今ね、そのお日様の現状っていうのがこのカップの4番って言って、ちょっとうつうつとしたような感じなんですね。そこに希望を与えてくれるあなたのメッセージっていうのが入ってきています。メッセージを読んで胸光らせている、祈っている、あなたの祈りがお日様に届く。心配してることありますか？お日様体調大丈夫かなとか、最近元気ないなっていう風に何か変化を察知してるところありますか？元気になってほしいなとか、頑張ってっていう風な、そういう願いがお日様に届いていきますよ。そしてそれはお日様の心を照らす光となります。素晴らしい。ということで、では、見ていきましょう。お日様に届いていて、お日様は希望としてそれを受け取っている。じゃあどんな気持ちなのっていうことで、補足でこちらのカード引いているので、このカードから見ていきましょう。まずはトランプ、ラッキーナンバーです。ラッキーナンバーは5です。5のつく日時を参考にしてください。そしてあとはこちらの2枚ですね。こちらの2枚です。ムーンキャスティングとクリシュナというカードで、慈悲と愛の女神を表しているんですね。はい、この2枚からも補足でもらっていきましょう。どんな風にお日様見てくれているのかなっていうところですよね。あなたのメッセージは推しにとってそっと寄り添ってくれる光のような存在です。静かに心に染み込んでくる優しさが伝わる言葉。あなたの言葉には信じる力が込められています。推しを信じること、自分の思いを大事にすること、そして見えない流れの中にも意味があるとあなたが感じていること、
推しはそんなあなたのまっすぐな気持ちに、この人は見えていないものまでちゃんと感じ取っていると深く感動しています。あなたは今この月のリズムのように静かに満ち欠きを繰り返しながらも確実に前へ進んでいます。自分の心に寄り添いながら地道に育んできた努力と祈りが少しずつ形になろうとしています。もう間もなく推しにあなたの光が届く。今もね届いているんですけど、今のこの推しの落ち込みに対してあなたの今送るメッセージが届くよっていうことが言われています。あなたが送る言葉には気づき、癒し、そして小さな奇跡が宿っていて、それが推しの心を優しく包み込んで、もっと頑張ってみようと前を向かせてくれるのです。このね、愛の女神クリジュナもね、あなたが愛情深くて優しく推しを包み込んでいるんだよっていうこと、そのことを意味しているので、あなたの込めた一言一言に信念がしっかりと込められている。それが推しにとって何よりの励まし、光、希望となっています。はい、ということで、しっかりと希望として光として推しの心に届いている、元気づけてあげる光として入っていますよ。ではノルマンからもらっていきましょう。推しがあなたに伝えたいこと1枚もらっていきます。推しからあなたへのメッセージです。この1枚でもらっていきましょう。星スターのカードです。希望のカードです。スターはね、希望を表してるんです。絶対に叶う。どんなに遠く見えても勇気出して。そしてやっぱり推し活、このままね進められた方がいいと思います。いい関係っていうのが入ってきていて、まさしく希望っていうのが入ってきていますね。推し様からあなたへのメッセージです。あなたの言葉ってなんでこんなに優しいんだろう。メッセージを読んでいると不思議と心がふっと軽くなる。頑張れって言われなくても頑張ろうって思えるのは君のメッセージくらいかもしれない。だから直接頑張ってっていう風な文字にしなくても、あなたの何気ないその一言、ふんわりと包み込むような一言で頑張れって言われてなくても不思議と頑張ろうっていう風に思える、そのありますよね。頑張ってって言われるとこう圧迫感とか、こう頑張れってこう責められてるんじゃないかっていう風に思ってしまうとき、そんな風な強烈に感じることなく、あなたは優しく愛情を持って伝える力があるから、自然とこう頑張ろうっていう風に思えるようになるっていう風に言われてるんですね。これが一番強いかなと思います。きっとあなたは目には見えないものも大切にしていると、そのように感じていると。流れとか空気とか人の気持ちとか、私には気づけないこともちゃんと受け取ってくれている君。今の君は夢に向かって一歩ずつ進んでいる途中。その熱意と努力はちゃんと未来へつながっていくから。夜の静けさの中にもちゃんと希望の光はある。どうかそのまま自分を信じて、私は君のことをずっと応援してるし、ずっと応援してほしいっていう風にお日様からのメッセージです。絶対に叶うって言われているので、あなたの中の夢、理想、願いっていうのが今あるんじゃないかなと思うんですね。それに向かって取り組んでいってほしい。それが推し活っていう場合もあるし、推し活じゃなくて今あなたが推し活をしながら自分でもこの叶えたい夢があるとするんだったら、それ叶うよっていう風にもお日様が応援してくれています。どっちも叶えたっていいっていう風にね、すごい希望を表すカードがたくさん入ってきているので、お日様があなたのメッセージで心が温かくなっていることをすごく伝えたいんだなと思いました。はい、ではカードもう少し出していきましょう。じゃあ私は推しに対してどんな風にこれから応援していけばいいのっていうのをタロットレノルマンで1枚ずつ出していきます。もう希望っていうカードがたくさん出てきているので、そのままのあなたの応援の仕方で十分推しは温かい気持ちをもらってると思うんですが、もう少し具体的にこれからどういう風に何に意識すればいいの、カー
ドをもらっていきましょう。ワンドの9のカードです。そしてルノルマンからも1枚もらっていきましょう。今推し活に対して不安に思っていることとかあるんだったら、その不安は心配いらないよっていうふうに言ってます。例えば推し最近怪我したんだよねとか、体調悪そうだけど大丈夫かなっていうことに関しては回復っていうのが入ってます。例えば最近出演した作品があまり売れなかったとしても大丈夫だよって、それは回復する。これから出すものが、これから出てくる新作とか次の作品でまた売れるから大丈夫とか、そういうこともね言ってきてくれています。よりこれも調和のカードですね。周囲とのバランスがいい、つつましく純真なあなたは素敵、どうか秘密は秘密のままで。この意味深なメッセージが気になりますね。秘密を共有しているかもしれませんね。そうですね。なのであなたが大事だって思う推しに関する情報は自分の中に、胸の中にそっと込めておいて、潜めておいて、そして周りとうまくやっていけるでしょうっていうのも入ってきてます。また周りとうまくバランスを取りながら推し活続けていってねっていうことも入ってきていますから、周りのファンですよね。ファンと仲良くしていくこと、無理してね仲良く接近しようってならなくてもいい、自然体で。そして誰かを攻撃したりとか、ファンのマナーはどうなのとか、そこまでね目を光らせなくても大丈夫。自分のことだけで大丈夫だよってことも伝えてきてくれています。また心配だと思っていることは回復、調和の方へ向かっていくので、心配事が晴れる。心に心配だって渦巻いていたもの、見えない先行きどうなるんだろう、推し大丈夫かなっていうふうに思っていることはしっかりと落ち着いていくから安心してくださいっていう、そういうことも入ってきています。では近未来、推しとの間にどうなっていく、どんな風に何か変わっていくことありますかっていうのをこのカードから出しています。モルガナイト、愛される喜びです。推しとの近未来は心の距離が近づく温かい変化が待っているかもしれません。これまでのあなたはどこか好かれるための自分になろうとしていたのかもしれません。でも今あなたはそのままの自分で愛されてもいいと少しずつ思えるようになってきたのではないでしょうか。推しとの関係もそうしたあなたの心の変化によって温かく自然なつながりが生まれていきます。大きな出来事やサプライズよりも日々のちょっとした癒しとか伝わっているかもという安心感、そういう小さな喜びが確実に増えていきそうです。あなたが自分を好きになればなるほど、推しもあなたってなんだか惹かれるなと感じるようになっていきます。近未来は心がほぐれて笑顔が増えていく優しい時間となるでしょう。推しとの関係もそっと心に触れるような愛のあるものへと変わっていきます。さらにより良い調和へと向かっていきます。そして愛される喜びとあるので、推しに自分のメッセージ伝わってるんだっていう風なのがね分かる、実感できるようなことがあるかもしれません。また推しが回復することによって良かったなっていう風にね安心するとか、そういう喜びがね待っていると思います。ではお日様からのメッセージっていうのをもらっていこうと思います。近未来ね、お日様何かあなたに伝えたいことありますかっていうのをねもらっていこうと思います。そうですね、この愛される喜びとかね、このあたりからもらっていこうかなと思います。何かあなたはあなたのままでいいんだよとか、無理をしなくてもいいよっていうメッセージが入ってきますね。ちゃんと君の優しさも強さも私に伝わっている。そして私、お日様が見ているのは完璧な姿ではなくて、ありのままのあなた自身、君自身なんだということ。そのままの君が本当に素敵だと思う。どうか無理をせずね、自分らしく自分を愛して、そして穏やかに過ごしてほしい。それが未来のお日様からのメッセージです。そして選択肢のメッセージ、これは手放すことで新しい気持ちが入ってきますよっていう手放しのカードです。変わっていく関係の中でもあなたの好きな気持ちは続いていきます。推しとの関係は時の流れとともに少しずつ形を変えるものです。でもそれを悲しむ必要はありません。以前みたいに追えなくなったり熱量が変わったとしても、
その変化の中にもあなたの好きがちゃんとあります。これからは無理に同じ熱量でいようとしなくてもいいのです。心が楽になっていくことで、逆にもっと自然に温かく応援できるようになります。今のあなたに不要なものを手放した分だけ心は自由になります。新しい好きの形に出会っていきましょう。静かな愛と自信に満ちた絆、それがここにはあります。この先も推しとのつながりを心の支えにして進んでいってください。という手放しのメッセージです。今不要なものを手放して、その軽くなった分だけ新しい風を呼び込んでいこうっていうことです。そしてその変化は嬉しいものへとなっていくよっていう、そういうメッセージでもありました。今回は推し活シリーズ、私のメッセージ見てくれているというテーマだったんですが、その推しの近況が少し気になるところではあるんですけど、でもカードを引いていくと回復するよっていう風に入ってきて、乗り越えていくよっていうのもね入ってきていたので、推しの活躍は安心してください。そしてあなたとの間も調和が取れているし、あなたからもらっているメッセージも希望っていうのが入ってきていたので、すごく光り輝いているものを推し様受け取っています。これからの近未来も愛される喜びが増えていくでしょう。ラッキーナンバーの5番をどうかメモに留めておいて、この日なんかあるかもっていう風に思ってみてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。推し活シリーズ、推し様私のメッセージ見てくれているということで、あなたの発信していること、推し活として、それはそのアカウント X とかインスタグラムの発信でもそうですし、例えばコメントしたりとか、ファンクラブでのメッセージとか、ファンレターだったりとか、あなたが推しに向けて発信しているもの、送っているものに対して、それ受け取っている、見ている、どんな風に感じているっていうことに焦点を当てて見ていきました。はい、ということでいかがだったでしょうか。これから推し活、まだね何も発信していなくて恥ずかしくてできなくてっていう人も、何かこれから発信していくための一つのヒントになればなと思いました。今回は自分で推し活やっていますって積極的にメッセージを送ったりとか、何かしら自分の推し活アカウント持っていて、そこで活発的に何か投稿したりしていますって人向けのリーディングとなりました。これからの推し活のヒントになればなと思います。今回はこちらの大アルカナ22枚のカードよりプチ3択占いを送っていきます。今あなたが推し活する上にあたって気をつけるポイントっていうところで見ていきましょう。こちらから3枚続けてもらっていきます。選択肢とは関係なく、今直感で左、真ん中、右と1枚直感でお選びください。はい、お選びいただいたでしょうか。では左の方から見ていきましょう。左の方、エンペラーのカードです。自信持って進んでいきましょう。で、何に気をつけたらいいですかっていう時に、まず一人で突っ走りすぎないことっていうのが入ってきます。どっしりと構えて安定して進めていく、不安にならないとか揺れないとか、安定っていうのがまず一つのキーワードと、そして何か始めようって思ってるんだったら、しっかりと準備して始める。突発的にビュンと飛び出さずに、まずどうなるかなっていうふうに未来予想を立てたりとか、計画を立てたりして進めていくこと。ただあなたのその始めようとか、これをやってみようっていうふうに思ったこと、始めていきたいっていう気持ちはとっても素晴らしいことだから、それをより現実化させていくために、より良いものにしていくために考えて、しっかりと計画練って進めてみてねっていう、そういうメッセージでもあります。なんか考えて動いた方がいい結果が引き出せると思います。では次、真ん中をお選びいただいた方です。真ん中の方、ワールドです。完璧さにこだわらなくてもいい、不完全でもいい、足りないところがあってもいいんだっていうふうに思ってください。何々しなければいけないとか、何々までにこれをしなければいけないとか、自分の中で制限を設けなくても大丈夫。ワールドは完成っていうのがテーマになっています。あなたがもし今
ファンアートだったりとか、ハンドメイドで何か作っていますだとしたら、それを完成させることを一つの目標として取り組まれてもいいと思いますし、また逆に完成にこだわらなくてもいい、完璧とかこうしなきゃいけないとか、ここにこだわらなくてもいいとか、もう少し緩くても大丈夫とか、いついつまでにこれを作り上げなきゃいけないとか、それがすごく大事なものだったら、確かにじゃあどうすればいいかなっていう段取りをしっかり組むことも必要でしょう。ただその期限とかがないもので、自分の中でこうしなきゃいけないとか、例えばグッズを全部買わなきゃとか、誰にも何も強要されていないのにこうしなきゃと思ってることがあるんだったら、そこ少し緩めてもいいよとか、例えばですね、推しの活動を全部追っていかなきゃとか、それで寝る時間を削るぐらいだったら、自分の寝る時間を確保しつつ、自分の空いた時間に少しずつ推し活をしていくとか、そのペースっていうのをね、もう少し緩めてもいいよとか、枠から少し外れていってもいいんじゃないかっていう、緩めていく、リラックスしていくっていうことで、どちらかに当てはまると思います。例えばね、推しのこのビッグイベントまでに自分のこの推しのグッズを作っていくぞっていうような方は、この期限に間に合うように完成ってところを目指していくとか、そうではなくて、自分の中で推し活で結構ギリギリなんですっていうのをうっすら感じている方は、そのギリギリっていうのを少し緩めてもいいんだよって、全部集めなくてもいいんだよっていう、そういうどちらかのメッセージかなと思います。では右をお選びいただいた方です。右の方は司祭のカードです。あなたの推し活において導きや教え、助けになってくれる人がいるかもしれません。その方と一緒に推し活をするとか、より良い推し活をする手引きをしてくれるような方ですね。お見本になる方とか、あとあなたがこのファンダムの中でこの人と仲良くなりたいっていう人を紹介してもらえたりとか、第三者っていう感じが入ってくるので、しかもファン層の中でもかなり有名な方と知り合いになるとか、例えばですね、推し活をやっていて、推し活のあなたがやろうって思っていることに対して助けが入ってくる。例えば駅前に広告を出そうっていう時に、それを助けてくれる、知識を与えてくれる、こうしたらいいよとか、こういうふうにできるんだよとか、あとは専門の方と話をして、それで広告を出すことができるとか、協力者が現れるっていう風に、そういうのが入ってきています。わからないことを教えてくれるような強力な方、が入ってくると思います。なので今気をつけることとして捉えていくんだったら、その人の話を受け入れるですね、話を聞くっていうことで、わからないことを尋ねるとか、教えられたことを受け入れてそれを取り入れてみるとか、そういうね、聞くとか尋ねるとか、そういうことが必要なのかな、気をつけることかなと思いました。そして平和的に解決させるってことなので、もしねファンの中で争いが起きたとしても、それを静止しながらゆっくりとね落ち着いてっていう風に一言声をかけていくとか、自分がそこに参加しないっていう風に決めていくのもいいかもしれません。はい、ということで今回は左、真ん中、右と今推し活において気をつけるポイントっていうのをテーマに3択占いを行っていきました。ぜひ参考にしてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チラでした。